皆さん、こんにちは、こんばんは。外房テックです。LED すなわち発光ダイオードは、ご存知の通り電流を流すと発光するデバイスですが、逆に、光を当てると電圧が発生する光起電力を持ちます。今回は、たくさんの LED の光起電力によって1個の LED を点灯させることができるか実験してみました。まずは手持ちの LED を集めて特性を測ってみます。これは、中華 LED 詰め合わせ。知りたいのは光起電力ですがとりあえず参考までに VF を測ってみます。これは Amazon で買った中国製トランジスタテスター。トランジスタやダイオード、抵抗、容量など。ソケットに挿してボタンを押すだけで自動で判別して特性を表示します。よく見えないので照明を消しましょう。まず、青。VF2.70V。VF とは順方向に電圧をかけたとき LED が点灯し始める電圧です。黄色。1.96V。同様にして。赤 1.89V。緑 2.79V。白 2.76V。次は秋月電子で買った LED100 個パックの赤。1.88V。黄緑。1.94V。黄色。1.93V。赤外 LED。点灯していますが目には見えません。1.13V。紫。3.30V。まとめると、こうなりました。余談ですが、赤色と同様、昔からある黄色がかった緑色と、現在流通の緑色は全然別物と知りました。さて、本題の光起電力を測ります。窓から差し込む太陽光を LED に当て、光起電力による生成電圧を測ります。各種の LED で電圧を比較し、一番電圧の大きいものを選びます。まず、中華 LED 詰め合わせ。白 0.29V。緑 0.26V。赤 1.05V。黄 1.31V。青 1.05V。次に秋月電子の LED100 個パックと、赤外線 LED。紫 LED。黄緑 1.47V。赤 0.83V。黄 1.41V。赤外 0.70V。紫 0.16V。
差し込む光の角度で電圧が大きく変わることが後で分かったのですが、ここでは相対的な選別なので OK とします。まとめると、VF の高かった順に並べてあります。これを見ると電圧は VF が高いと高いのではなく、黄緑から黄色あたりにピークがあるようです。青に比べて白が低いのは、蛍光物質の膜で覆われているためでしょう。緑はなぜか青より電圧が低いようです。さて、なぜこうなるのかは全然わかりませんが、ともかく黄緑がベストとわかったので、ブレッドボードに乗るだけの LED を並べてみます。できました。秋月電子の黄色 LED にしました。黄緑の方が少しだけ起電力が大きいですが、他にあまり使い道がなさそうな黄色にしました。黄色の LED は無負荷で 1.4V から 1.6V 程度の起電力があるので、2個直列にして赤の LED をつけるのに十分な電圧を発生させようとしています。発電側のここの LED の VF にはばらつきがあるので、せっかく電圧が発生しても、一番 VF の低い LED に電流が流れてしまうかもしれません。そう考えると工夫がいるかもと思いましたが、実際には負荷に赤の LED をつなぐと、電流がわずかに流れ始める 1.7V 程度にクランプされ、2個直列で 1.7V なので黄色 LED に流れることはないようです。一応、ブレッドボード上での配線のしやすさもあって、図のようにブロックに分けて配線しましたが、意味はなさそうです。太陽光を当てて、まず、無負荷の電圧を測ります。LED を光らせた時の指向性と同様、起電力も入射光の角度が大切です。太陽にまっすぐ向けると 3.1V 程度の電圧が得られました。赤の LED を抵抗なしで直接つないで電流を測ります。電流は電圧よりも光線の向きにシビアです。最大120マイクロアンペア程度流れました。この後の実験では最大180マイクロアンペア程度の電流が得られました。負荷の LED によって、電圧は 1.7V 程度にクランプされています。明るすぎて赤の LED の発光が見えないので、カーテンと覆いで暗くします。よくわかりません。発光がわかるように日光を当てたり遮ったりしてみます。光っているのがわかります。日光を当てた時、電流は109マイクロアンペア。室内を暗くしてよく見えるようにしました。
受講部はベランダに出しました。VF の高い青や緑の LED もつきました。以上、LED の光起電力で LED を点灯させる実験でした。LED が光起電力を持つということは、私は最近まで知りませんでした。意図して作られているわけではないのに、意外に大きな起電力を持つことがわかりました。いかがだったでしょうか。今回はここまで。次回、この LED を使って電卓を動かしたり、電気に重層コンデンサーに充電して、モーターを回してみます。ご視聴ありがとうございました。動画作成の励みになりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。